こんにちは。トニックとアロエをご視聴いただいてありがとうございます。飼い主のジンです。今日は音声でお届けしたいと思います。いつもはトニックとアロエの元気いっぱいな変な行動や、こんなことがありましたっていうのを文字でね伝えてたことがあるんです。それがメインのチャンネルなんですけどね、ここではいろんな情報がありますよね。猫の情報がこんなことがあります、あんなのがあります。雑誌やネットで新しい情報、俺知らなかったなこんなのっていうのをちょっと喋って独り言のように喋っていこうかなと思っています。今ゴトンとかガタンとかちょっと外の音が聞こえますよね。仕事中なんです家にいないんですよ。だから寂しいからトニックとアロエのことを思いながら仕事、じゃあついでに音声にしちゃえばいいじゃんっていう感じでね、記録の一つとして動画に上げていこうかなと思います。よろしくお願いします。それとチャンネル登録、高評価よかったらお願いします。それじゃあ喋っていこうと思います。今日は何を喋ろうかなと思ったんですけど、新しい情報って言ってもねたくさんあるんでね、猫の情報今猫派が増えたんで、一時期の猫ブームでねガーンとで猫の情報もたくさん出るようになったんですよ。で知らなかったこともたくさんあったんでね、今回その中から猫は実は春が苦手っていう見出しがドンってあったんですよね。春が苦手そんなアホなってね、こんなポカポカしてきてさ、今から猫なんていうのは活動期なんじゃねえのみたいなね。春になるとね猫なんちょろちょろね、やっと冬からなるんですけど、家猫の場合に限るのかもしれないですよ。よくは分かんないんですけどね。そこのところは仕入れた情報は飼い猫限定みたいな、限定でもないのかな。飼い猫さんに対するペット情報という感じなんでね、話していきたいなと思います。実は猫さんって猫ちゃんたちは春が苦手って言うんですけど、どういうことと思ったら、寒暖差らしいですね。寒暖差、そうかってね、目から鱗じゃないですけどね、やっぱり自分たちも今過ごしにくいですよね。昼間あったかくてあったかくていいなってなるんですけどね、夜深夜明け方朝出かけるときサップって言ってね、なんかもう女性なんかでもそうかもしれないし、仕事行く皆さんもそうかもしれないですけど、朝着ていく服どうしようかね、今日着てさ、今日の最高気温はこれだけですね。着込んでいくとな、ちょっとな荷物になるし汗かいちゃうしなみたいな感じでね、そういうのありますよね。猫もやっぱそうみたいで、そこですごくストレスを感じて免疫力が低下するんですって。免疫力低下ね、まずいじゃんってね。猫なんかストレス、人間もそうですけど、ストレスで低下したらそれは免疫力落ちますよね。免疫力落ちてどうなのって言ったら、やっぱ風邪ひくらしいんですよ。やっぱそういうことで体調不良を起こしやすい。それは困ったね。で免疫力が低下して体調不良を起こして風邪ひいたり、猫風邪ですよね、ひいたり、あとアレルギーを持った子とか、そういうのも免疫力、低下で口内炎になったり、猫の口内炎っていうのはね、ちょっと人間の口内炎とはちょっと違うんでね、これはちょっと重症なんですけどね、そういうのがあるらしいんですよ。それと実は春になってくると4月から11月にかけてと言われてますけども、飲みなんですね。飲み外出さないし、俺関係ねえよ、何言ってんのこの人思われるかもしれないですよ。僕もそう思ってたんですよね。でも実は人間が家に連れてくるんですって。分かんないですもんね。確かに都会で暮らしてる人なんかはね、関係ねえし飲みなんて方いらっしゃるかもしれないですけど、うちみたいな田舎はねやっぱりねいるんですよね。いると思うんですよね、やっぱり。それで獣医さんたちなんかはね、やっぱりこの飲みの活動期の間、4月から11月にかけてやっぱり飲みの駆除剤投与ね、薬とか
首につけたり注射したりとかいろんなのあるんですけど推奨してますよね。はいはいはい。これもね獣医さんにもいるんですけどね。で獣医さんもそういうのを勧める、いや別にいいんじゃないですかっていう獣医さんもいるんですけどね。あ、そうそう、獣医さんで多少言うことが違ってくるって知ってました？なんでか分かります？知ってる。知らない人のために、ズバリ教科書が違うからです。はいはいはい。出た学校が違うんです。獣医さんの、獣医さんの学校によって教科書や参考資料が違うからなんですよ。指導要領っていうのは基本的にこれは絶対に教えなさいよっていうのは統一したものがある程度あるみたいなんですけども、細かな部分に関してっていうんですかね、この暮らしとか、動物の暮らしですよね。ほぼほぼ基本的に家畜やなんかもあるんでしょうけども、この猫なんか特にね、まだ分かってない部分、どの動物もそうなんでしょう。猫なんていうのはね、もう今日本で、家の中で室内飼いをする猫っていうのはここ20年ぐらいが増えてきた原因の一つなんで、なかなか原因っていうかね主流になってきた一つなんで、やっと分かってきだしたっていう部分が多いみたいなんですよ。ですので海外との比較対象がちょっと違うらしいんですよね、やっぱり。だからワクチンの推奨の仕方も海外と日本じゃ違うみたいですよ。そりゃそうでしょうねっていう部分もあるんでしょうけどね。あまり海外じゃ室内飼いってしないんでね、そう言われてますけど、外国に住んでないから分かんないですけどねでそういう部分もあってまだまだ分かんないことだらけっていうんで、手探りって言っちゃ失礼でしょうけど、ちゃんとしたエビデンスのもとやってるんでしょうけどね。そういったところからやっぱり大学病院とかそういう研究が進んでて、いろんな検証が違うという、対処の仕方も違うっていう感じになってるらしいですよ。でそういうのを調べてって、自分家に合う猫ちゃんに合う方法なんていうのはこれがいいんじゃないのかななんていうのが、多分これはもう飼い主のもう選択肢に任せられる部分ではあるんですけどね。獣医師さんとのもう話し合いとかもあるんでしょうけどね。で飲みなんですけどね、これがタッチ悪いんですよね。飲みがやっぱり病虫やね、そういったサナダムシとかいろんな病気持ってくるし、寄生虫持ってくるし、寄生虫なんてね、ただお腹の中にいるだけでね、栄養ちょっと取っていきますよってみんなちょっとだけ駆除しますかねなんつって、その程度ならまだいいんですけどね、あいつら心臓の中入ったりとか脳の中入ったりとかしやがるんですよ。もう嫌になっちゃいますよね。それで突然死とかするんですよ、猫ちゃんって。だから人間もしっかり要注意しないと、玄関のところでバタバタバタってはたいてって言ってもね、あんなちっちゃいもん見えねえよみたいなねあるんで、人間はねちょっとカイカイってなるぐらいですけど、卵を見つけるだとか寄生するっていうことは人間に対してはないですからね、飲みは基本的に。もう猫ちゃん見たらヤッホーっつって飛びかかっていきますからね、それ気をつけないとねっていうことで、やっぱそこの部分を気をつけるという部分もあるみたいですよ。飲みの駆除っていうのはほとんど獣医さんと相談してくれて、そういう部分でどうすればいいかって聞かれるのがいいもんですけど、寒暖差の場合ですよね、どういう部分に気をつけるのかってどうしたらいいんだろうって僕も思ったんです。よく読んでみるとやっぱり一つの部屋ね、大きな部屋であんまり猫の部屋として、そんなに移動しないっていう猫ちゃんなんていうのはそんなにはないのかなとは思うんですけど、それでも寝る時にもうまだあったかいからって暖房を切りますよね、おっと。で夜寒くなってきたって、もう布団の中だから分かんないしってこっちはっていう感じで、猫ちゃんなんかはね頻繁に食事とったり、お水飲みに行く、特にお水を飲みに行ったりとかトイレ行ったりする時にやっぱフローリングの上なんかに置いてあったりとかすることが多いと思うんですよね、皆さん。でそんな時にやっぱり床にが冷たいと、うわ冷たい、それが原因で水飲まないとか、冷たいとこ行くの嫌だから水飲まない、我慢しようって、飼い主が起きるまで我慢しよう、暖かくなるまで我慢しようっていうことが起きるみたいですよ。そうすると脱水症状、脱水症状まではいかないにしてもね、場に水を飲んどかないと良くないんでね、ミネラルウォーターをあげてくださいな、軟水の方をあげてください。硬水はダメですよ、腎臓を悪くしちゃうんでね、軟水はあげてください。でそういうのでストレスになるとされてるようです。だからできるだけその寒暖差をなくすような努力をしてあげた方がいいですよっていうことが一つでした。
まあ大きい家でね、あっちこっちうろちょろして幸せな猫ちゃんもいるでしょうけど、やっぱそういう家とかでもなんか大理石が引いてますようちなんていう家なんかはね、高級ななんていうんですか、ペルシャ絨毯っていうんですか羨ましいでね、大理石の上なんかそれは冷たいですよねっていう話でね、そういうのに気をつけられてくださいっていうことでした。僕も気をつけよう。うちは狭い家だから、まあそこまで寒暖差っていうのは感じないでしょうけども、免疫力低下したらね、やっぱり風邪ひいちゃったりとかするの大変ですからね。鼻水ぐじゅぐじゅになりますから、猫ちゃん風邪ひいたりで、毛並みがね一気になくなっていって、猫が毛並みなくなったりとか元気なくなったっていうのは人間と違っても結構末期に近いですからね。猫は我慢するっていうか、弱ってる姿は見せないですからね。僕たち飼い主がしっかりと見て、あれ今日毛並みが悪いとかね、ちょっとお熱あるんじゃないの、えらいあったかいけど暑いけどみたいな、鼻水ぐずぐずいってんじゃん、ちょっと獣医さんへ GO ってね、まあ、獣医さん連れて行ってね見てもらわないとって、これからも考えて、気をつけていきたいなと思った今日この頃です。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回。じゃあね、バイバイ。